はい、皆さんこんにちは。西岡義人です。今回はですね、韓国オープン、優勝についてお話をしていきたいなと思います。まずはですね、僕にとってツアー優勝2回目になる韓国オープンなんですけども、複数回優勝は錦織圭選手以来ということになります。現実僕はですね、過去に決勝戦で韓国オープンの前に2回負けておりまして、幾度と、チャンスはあったんですけども、それを取り切れずにいたっていうところで、今回やっと、掴んだ優勝になります。最近ですね、ワシントン DC での準優勝もあって、皆さんからすると、なんでいきなり勝てるようになったのみたいな。正直思うと思うんですよね。なので、いくつか理由などを挙げていきたいなと思います。まずですね、なんでいきなり DC から勝てるようになったのか、ここなんですけども、正直なところ言うと、なんでかっていうのはよくわかんないっていうのが僕のところでもあります。で、ただ、明確に DC と韓国オープンのこの優勝の違いっていうものはあるなっていうふうに思うんですけども、まず、ワシントンの決勝。こちらは、正直な話、僕そんなに勝てると思ってなかったっていうのがあるんで、どちらかというとその試合してる時に、勝てたらいいなっていう感じです。要は現実味を見て決勝戦まで行こうとか優勝しようできるかもっていうのはあんまり思えてなかったっていうのがワシントンの、DC の試合になります。ただ韓国オープンについては、今回1回戦がエヴァンス選手ということで、得意な選手ではあるんですけども、やってる時にこれは勝てるかもしれない、優勝あるなっていうのを結構思ったんですよね。これはいろんなそのボールの感覚だったり気持ち的なものもそうですけど、体のフィットだったり、コートだったりっていう、いろんなものが合わさって勝てるかもしれないっていうぐらいフィーリングが良かったんですよ。で、やっぱ大きな差で言うと、自分が勝てるかもしれないって思いながらしっかり結果を出したっていうところでいくと、やはり今回に関してはめちゃくちゃ実力的なものでしっかりと勝ち切った試合が多かったのかなというふうに僕は思います。そのワシントンみたいにできたらっていう感じではなくて、自分もこのレベルで勝てる感覚があるっていうイメージを持ちながらの試合だったので、そこが大きく異なる勝利だったかなというふうに思います。点数的には DC の方が大きいんですけど、価値としてはやはり優勝したこの試合の流れみたいなものの方が大きいなっていうふうに思います。ただこれを作ったのは DC からのこの結果になるので、お互いリンクしているものはあるんですけども、個人的にはやはり今回の勝利の方が、実力的にもぎ取ったかなっていう感覚があります。これはですね、結構僕的にもかなり自信がつく大会になって、自分がやはりまだまだ上に行けて20位とか狙っていけるなっていう風に思えるような大会になりました。やはりそのルード選手だったり決勝で当たったシャポボル選手だったりっていうものは強豪を倒しての、ところなので、しっかりとした相手を倒しての優勝っていうところも、自分的にモチベーションが上がる大会になったかなというふうに思います。今回はですね、そして、結構250にしては賞金が大きい大会だったんですよ。でですね、今ちょっと円安になってるので、だいたい145円から150円ぐらいの換算でいくと、優勝賞金がだいたい2500万弱ぐらいでしたね。これはワシントンの決勝に匹敵するぐらいの賞金額で、めちゃくちゃ大きい額を、獲得することができました。そして今回はですね、副賞とかにも絵画みたいなものがもらえたりとかして、ちょっとその作者の方は僕はそんなにご存知はないんですけど、韓国では有名な方らしいです。はい。そういったね、副賞があったりとかして、大会にはベンツが並んでたので、いろんな人から、メルセデスベンツもらえたのみたいな、いいなーみたいな感じがあったんですけど、車はもらえなかったです。はい。ただテニスの大会もいずれ車なんかがもらえるような大会が出てきたら、めちゃくちゃ面白いかなと。やる気も出るかなっていうふうに思いますね。はい。ということで、今回の韓国オープンはですね、僕的な見解ですけども、自分の実力でしっかりともぎ取っていった、優勝になったかなというふうに思います。そして、自分がさらに上を目指していけるなっていうのを感じれた、大会になりました。久しぶりのアジアンスイングだったんですけども、めちゃくちゃいい結果を残すことができて本当に良かったです。残りですね、約3大会ありますので、アントワープ、ビエナ、そして、パリスの3つを、頑張って結果を出して、
来年の全豪オープンシード権を握れるように頑張っていきたいなと思います。ということで、今回はですね、韓国オープンの感想の動画になりました。韓国オープンの結果がみんなおめでとうって思った方は、みんなグッドボタン、お願いします。そして、シード権頑張ってねっていう応援を込めて皆さん、チャンネル登録お願いいたします。ということで、皆さんご視聴ありがとうございました。YouTube チャンネルをご覧の皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。僕はですね、今オンラインサロンというものをやっていまして、その中で皆さんに向けたプレゼント企画だったり、そして Zoom を通じて試合後の感想を皆さんにお伝えしていったりっていうものを今、やっております。どんどん追加でコンテンツを作っていく予定ですので、ぜひ皆さんのご参加をお待ちしております。詳しいことは、動画の概要欄から、チェックしていってみてください。